どうも、ボタニカリスティックスです。髪の毛切りました。まだね、暑い日続くと思うんでね、これでね、汗かいてももうパッと拭いてすぐ撮影するっていう。汗かきなのね、ほんと困ってたんで、これでね、だいぶ快適ですよ。さあ、今日は行ってきましたシリーズになります。今日はですね、埼玉県久喜市にあるホームプラザナフコ鷲宮店というところに今行ってきました。最近のね、行ってきましたシリーズがね、もうね埼玉県にちょっと集中してるんですよね。であんまりね、やりすぎるとね、僕がね、住んでる地域はね、もうバレちゃいますよね。ちゃんと分散しないとね。ところで、ナフコっていうホームセンター知ってますか？ビフコじゃないですよ。原子力発電所の。それはいいんだけど。なんかね、九州の方に多いホームセンターなんですよね。関東にもちょっとあるんですよ。で、僕はね、この鷲宮店は観葉植物が結構すごいんで、たまに行くんですよね。その関東にあるナフコは、ちょっとあるんですけど、そのうちのね、この鷲宮店以外のね、2店舗ぐらいにはね、行ったことあるんですけど、そこね、全然観葉植物全然だったんですよ。ただ、この鷲宮店は、すごい。何がすごいかって話なんですけど、なんでなんですかね。なんかね、すっごいね、とにかくね、フィカスがね、充実してます。それもね、レアなフィカス充実してるんですよ。多分なんですけど、そのレアものが充実してるっていうのは、これフィカスだけじゃなくて、他の品種も多分そうだと思いますけどね。僕ちょっとあんま詳しくないんでね。ただ、ここが、観葉植物が強いお店だっていうことがね、あんまりね、知られてないんじゃないかなって気がするんですよね。いつもあんまり人がいなくて、そういう意味ではね、見やすくてすごくいいんですけど、商品の回転が悪いような感じがするんですよね。さっきも言ったようにね、たまに行くって感じなんですよ。頻度としてはね、だいたい、忘れた頃に行くって感じなんですよ。今は年1ぐらいかな。前はもっと行ってましたけどね。前回来た時にあったやつが、今回もあるみたいな。まだ売れてないんだ、みたいな。そういう意味でね、ちょっと回転が悪いような感じがしてますね。もったいないんですよね。つまり、レア物が多いっていうことは、分かってて入れてるわけで、そのマネージャーとかがね、そういうレア物を入れて勝負したいっていう気概があるってことじゃないですか。観葉植物好きの人たちにもっと知ってもらえれば、お客さんがたくさん来て、商品の回転も良くなって、そしたらそういうレア物の仕入れのサイクルももっと良くなってくるじゃないですか。そしたらね、さらにね、僕らとしてもね、僕としてももっと楽しくなってくると思うんですよ。ここのね、ラインナップをね、今後もね、見ていきたいお客さんのね、一人としてね、それをね、望んでるわけなんですよ。だから、まずはね、いろんな人に知ってほしいっていう気持ちで、今この動画撮ってるっていう感じです。あとね、僕がね、ここのね、強みだなーってね、いつもね、感じてるのはですね、ここね、フィカスだよ。フィカスの話ですよ。ベンジャミンが強いと僕はね、思ってるんですよ。ベンジャミンの品種、いろんなの置いてるっていうイメージですね。前回までもそうだったんですけど、今回もやっぱりそれを感じましたね。スターライトビューティークイーンが置いてあったでしょ？それはね、絶対いつも置いてあるんですけど、例えばゴールデンスポットとか、南厚み、ゴールドエースとか、アナスタシア。この辺が今回置いてあったベンジャミンの品種ですね。今回はなかったけど、前とかいつも見てたのは、ラブリーとか、ニコルとか、ブラックとか、レジナルドもあったな。ゴールデンプリンセスとかね。今回はなかったけど、前回までは、割といつも置いてあった、レジの前がベンジャミンコーナーみたいになってるんですよ。そこにね、もう無数にいろんなベンジャミンがあって、このところで何が違うのみたいな。そういう微妙な違いしかないようなベンジャミンも並んでるみたいな。例えば、この間ね、紹介しました、尾崎フラワーパークさんとかは、あの規模ですよ。あの規模のお店で、要するにお店が大きくて、いろいろ取り扱っていて、じゃあベンジャミンはってなったら、エキゾチカとかヌダとか、あとは、ブラックもあるか、あとテリバとか、そういったぐらいなんですよね。それだってね、かなり置いてある方だと思うんですけど、なので、このナフコのお店のサイズ感で、このラインナップっていうのは、やっぱりね、意図的にね、力を入れてるとね、感じざるを得ないですね。ベンジャミン以外でもレアもの結構置いてあって、例えばティーだとか、ジャワーゴムでしょ？あとは、アムステルゴールドとか、アポロとかも置いてありますね、いつも。どう考えてもやっぱり狙ってレアもの入れてますよね。あとそうだな、フナシのトライアンギュラリスとかもあったけど、あれもね、出回ってる数は少ない。他ではあんまり見ないっていう意味では、レアものから。フィカス以外で、アデニウムとかもありますね。僕ね、全然そっち詳しくないんだけど、あれ、これってこんな安いんだ、へーとか思ってみましたね。モンスターっていうのかな、とか
かサンキュッパとかで、こんくらいのやつ、置いてあったりとか、こんな安いんだ、とか、知らないから高いのか安いのか。ほら、あっちってほら、いろんなのあるじゃない。なんかこう、形がどうだから高いとか、その価値の付け方がよくわからないんですよ。それは他の人がフィカス見た時も同じように思うのかもしれないけど、単純に詳しくないからね。何を言いたいかっていうと、今流行りのものもちゃんと抑えてますっていうことですよ。ただ、ちょっと難点はあるんですよ。管理がね、やっぱちょっと甘い気がするんですよね。それはね、昔から感じてる部分ではあるんですけど、状態がちょっと良くないかなーっていうね。水欲しがってるなーみたいな。例えばこれは、水欲しがってるってよくあれで見るとわかるんだけどね。フィカスじゃないけど、エバーフレッシュとか、これ絶対水足りてないでしょっていうのが、ちょっとパッと見て分かっちゃうっていう。あとちょっとね、回転の悪い植物はちょっと埃かぶってるとか、そういったものはちょっとありますね。だから今言ったように、それも全部含めて、やっぱり回転の悪さと連動してると思うんですよ。長いことね、室内にいて、麩がなくなっちゃってきてるアルテシマとかもね、ちょっとね、見たりしてましたね。麩なしだーとか思ったら違ったみたいなね。だから、その辺は改善してもらいつつ、ただ一方でですね、もっとね、周知した方がいいと思いますよ。お客さんにね。僕ね、これ、ナフコを紹介してるのに、お店の人に向かって言ってるみたいになっちゃってますけど、両方ですよ。いいお店であることは間違いないんでね。単純にやっぱり人知れず、こんなアグレッシブなね、攻めたラインナップでね、勝負してきてるお店があるんだよっていうことをみんなに知ってもらいたいんですよ。実際ね、こういう店求めてたっていう人ね、僕のね、この動画見てくれてる人の中にはね、そんなに見てる人多くないんだけど、結構いると思うんですよね。もちろんね、ドンピシャでね、この辺行ける人かどうかっていうのはね、さておきよ。だからね、こういうお店はもっと増えてほしいなって僕は思うんですよね。なので、こういうの求めてたって人にね、僕は届けたいという意味で、今日この紹介動画をそんな気持ちで撮っているわけです。はい。こんな感じですかね。今日はなかなかね、いろんなお店行ってますけど、もうそのお店それぞれの特色があって、そのお店それぞれの課題も、もちろん見えてきますけど、いろんな人にね、やっぱりね、いろんなお店知ってもらいたいと思うんだけど、いろんな、なんていうんだろうな、いろんなお店があるってことは、いろんなお客さんがいるってことなんだなって。で、このナフコに関しては、普段ね、見ないね、フィカスを見たい、買いたいというね、需要にね、このお店はね、応えてくれるんじゃないかな。そういうお店です。はい。ぜひね、お近くであればですね、足を運んでみてはいかがでしょうかということです。はい。そんな感じですかね。では、また。